ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはウクライナ関連ニュースをいくつかまとめてお届けしようと思います。関連ニュースの中には、ロシア軍の冬攻勢が失敗したことによるその結果として、ウクライナ側の外貨収入が上がるという話や、ウクライナ軍が春に行う大規模な領土奪還の作戦に向けて戦闘が激化するんであれば、その前になんとかウクライナ軍に投降しようと考えるロシア軍兵士が多くなっていることを示すニュースなどを取り上げようと思います。月日の経過によって、それぞれ状況がだんだんと変化することによって、様々な影響が広がっていることをより深く理解することができるでしょう。それでは早速、関連ニュースを見ていきます。ウクライナが電力輸出を再開。ロシアのインフラ攻撃から復旧。ロシアは昨年10月以降、ウクライナのエネルギーインフラに長期間、意図的な攻撃を繰り返していた。これにより冬の間、ウクライナの各都市で停電が起きたり、電力不足による計画停電が行われたりした。また、電力輸出も停止せざるを得なかったが、余剰電力を外国に売れるまでに回復。パルシュチェンコエネルギー相はこの度、輸出を承認する特別令に署名。ただし、国内の顧客を最優先するとした。最も困難な冬は去ったとエネルギー大臣は述べた。次は電力輸出を開始することだ。そうすれば、破壊されたり損害を受けたりしたエネルギーインフラについて再建に必要な財源がさらに手に入ることになる。BBC の取材では、ウクライナ市民は3月の時点で電力供給が安定してきたと話していた。ドニプロ在住のインナ・シュタンコさんは、街は変わった。やっと街灯が戻ってきたし、街中を歩くのが怖くなくなったと話した。しかし、国営エネルギー会社は、ロシアが攻撃をやめるという保証はないと警告した。エネルギー会社は、ロシアはこの戦争で1200発以上のミサイルとドローンをエネルギー施設に向けて発射してきたと報告。ヨーロッパの国のエネルギーシステムを破壊しようとする攻撃としては最大のものだと述べた。ロシアがエネルギー施設への攻撃を始めて以降、被害を受けなかった地熱発電所や水力発電所はないという。また、ウクライナはヨーロッパ最大のザポリージャ原発を抱えているが、同原発は現在ロシアが占領している。ウクライナ政府は昨年6月、戦争開始後に最大輸出市場となった EU への電力輸出で年内に日本円で2180億円の売り上げを達成したいとしていた。そして、ウクライナ軍の春の反撃に向けてのロシア軍の乱れ。3月だけで3000人以上の問い合わせ。ロシア兵用の投降ホットライン。ウクライナ国防省情報総局は、ロシア兵に投降を促すために設けた専用ホットラインに、3月だけで3000人以上からの問い合わせがあったと発表した。発表によると、問い合わせ件数は2月から前月の2倍に増えた。春にもあるとされるウクライナ軍の反転攻勢は始まっていないが、情報総局は、その効果はすでに実を結んでいると意義づけている。地元の報道によると、ホットラインは昨年9月に24時間体制で設けられた。3月時点で1万人近いロシア人からの問い合わせがあったという。そして、ウクライナ軍の領土奪還、その向かう先として本命視されているのが南部の州です。南部併合地で住民退避計画、ロシア大規模反攻を警戒か。ウクライナ軍参謀本部は、ロシアが南部ザポリージャ州とヘルソン州から住民をクリミア半島へ強制的に退避させようとしていると発表した。ロシアは両州の併合を一方的に宣言しており、ウクライナ軍の大規模反攻を警戒したとみられる。4月下旬に強制退避が始まるとの情報。参謀本部によると、メリトポリなどでは、住民がロシアのパスポートを保持しているかどうかなど、退避に向けた調査が行われている。メリトポリでは最近、ロシア軍拠点などで爆発が相次ぎ、ロシア側行政府はウクライナ軍の攻撃だと主張している。最後に以前の動画でお伝えした情報に追加情報があるのでお伝えします。ウクライナのゼレンスキー大統領はポーランドに赴き首脳会談を行いました。この席において、ウクライナはポーランドで作られる兵器の購入契約を行ったのです。この中でも装甲兵輸送車ロソマク100両というのは、これから新しく作ってウクライナに引き渡されるものですからちょっと時間がかかるだろうという話をしていました。追加情報は最終的な契約数量は200両で、プラス100両の分については近々ウクライナ軍に引き渡されるというのです。おそらくはポーランド軍がすでに持っているものを中古品として購入するという話なのでしょう。装甲兵輸送車としてはアメリカやドイツからも供与はされていますが、基本的には少し古い方が多いですから、開発された年を考えると
ロスマークが大量に入ってくるというのは、ウクライナ軍にとっては非常に心強いものです。ロシア軍によるエネルギーインフラへの攻撃は失敗した。この解説動画はすでに以前に皆さんにお伝えしましたが、改めてイギリスの国防省や戦争研究所も、ロシア軍のエネルギーインフラ攻撃は失敗したと断じています。また、季節が冬から春に移ることによって、もはやこの攻撃を続けることも意味もなくなってしまったことから、ロシアはエネルギーインフラへの攻撃を継続的には行わないだろうという予測もされています。もちろん嫌がらせ程度の攻撃というのはこれからも続けるでしょうが、大規模に行うにはあまりにも費用対効果が見合わないものになったと言えます。まず第一に、ロシアとしてはエネルギーインフラを破壊することによって、多くのウクライナの人たちを凍えさせるという、もはや戦争を続けることすら困難だと思わせることが狙いだったわけですが、実際にはそうなりませんでした。むしろ、一般市民を狙った攻撃として非常に批判を多く受け、欧米からの防空兵器の供与がどんどんと進んでいったことを招きました。これらの兵器というのは、社会インフラを守るだけではなく、前線への影響もありますから、ロシア空軍が大手を振って、ウクライナ領内に入れないような状況をより強めることとなっています。また、ここ最近聞かれなくなったのは、イランの突撃ドローンがどんどん使われていた時期というのがあったのですが、それらは今のところ弾切れになったのか、ほとんど攻撃に参加しないようになりました。初期に購入したものがすでに使い果たして、イランからの輸入が途絶えた可能性があります。そして、エネルギーインフラに対する攻撃が止まったことにより、発生したのが余った電力を EU 側に売ろう。そしてそこで得られたお金をまたエネルギーインフラの整備や、経済的に傷んだ電力会社の収入にしようという動きです。もともとウクライナという国は原子力発電所がいくつもあって、電力は安定的に供給されている国です。それでいて現在はロシアによる侵略を受けている関係で、多くの人々がウクライナからヨーロッパ各国へと避難しています。ですから、電力の需要それ自体が下がっているので、電力がより余りやすい状況になっています。一方で EU にしてみれば、エネルギー源である様々なコストが上がっていますから、ウクライナから電力を買いやすい状況なわけです。ここで売りたいウクライナと買いたい EU という2つの需要がマッチングしてお金が発生するというわけです。そして春になることによってウクライナ軍は領土奪還のための大規模作戦を発動するという予告を行っています。その予告を行うだけですでに起こっている変化というのが、これから激しい戦闘が起こるんだったらちょっと自分の命がどこまで続くかわからないと不安があるロシア兵が増えているという現象です。そして、なるべく安全に捕虜になりたいという思いがありますから、事前にウクライナ側と連絡を取る人たちが増えているというわけです。戦場において何とか逃げ出そうという考えを持つ人たちはいるわけですが、しかし、あからさまな逃亡というのは、同じロシア軍の兵士から銃撃されて殺されてしまう可能性が高いです。ですから、どれだけ安全に捕虜になるかというのも、これまた生きながらえるためには必要な行動だというわけです。そして、ロシア側としては、大規模な反攻作戦があるのであれば、きっと南部の州に対して行われるだろうと考えているからこそ、南部のヘルソン州やザポリージャ州から親ロシア派の住民を事前にクリミア半島まで避難させようとしているわけです。基本的にはウクライナ情勢というのは戦場での主導権争いとの影響が非常に強いわけですが、同時に年月が経つことそれ自体による状況の変化というのも刻々と進んでいくわけです。そしてここからは少し状況の変化に伴って和平を求める人たちがいるのですが、これらの人たちが訴えている内容について少し皆さんにご紹介しようと思います。主な論点としては3つです。まず第一に、ロシアにおいては失業率が低下した、ロシア経済は潤っている、ロシア大勝利だと言っている人たちがいます。次に、核兵器を持っている国に逆らっても絶対勝てないんだから、さっさとウクライナは和平を受け入れるべきだと言っている人たちがいます。そして3つ目は、侵略されたことによってウクライナの経済はめちゃくちゃである。経済的にめちゃくちゃなんだからさっさと戦争をやめるべきだ。ロシアに降伏すべきだと言っている人たちがいます。この3つの論点について少し解説を行っておきましょう。まず第一に、ロシアにおいて失業率が低下した、ロシア経済は順調で大勝利だと言っている人たちの言葉について、このことを考えるときに、失業率が下がる原因というものが確実にこの戦争にあります。ロシアにおいては動員が盛んに行われています。去年秋に行われた
追加動員においては30万人から40万人、実質的には40万人以上50万人未満のところまで多くの人々が戦場に駆り出されたと言われています。つまり多くの人々が職を持っていようが無職であろうが関係なく、働き世代の男性というものがごっそりロシア国内からいなくなってしまいました。そして動員をかけることの影響として出てきたのが、私は軍に行きたくない、何とかしてロシア国外に出なければなと脱出した人々がいます。これが100万人程度いると言われています。合わせて150万人が労働市場から消えたわけです。これに付け加えて考えなければならないのは、ロシアの戦場で亡くなった人もいれば、負傷して帰ってきて働こうと思ったとしても働けない人たちもたくさんいます。さらにもう一つの要素を付け加えるならば、プーチン大統領は軍需産業に対して増産体制に入れと命じています。つまりより多くの労働者を必要としています。このような条件というものを次々と加えて考えた場合において、そもそも働こうと思っても軍に多くの人たちが取られてしまった、亡くなってしまった、国外へ出てしまった、プラスアルファ軍需産業がごっそりと人を雇おうとしているといったことを考えれば、失業率が低下するのは私は必然的なことだと思います。これをもってしてロシア経済がものすごく順調だと考えるのはあまりにも現実を見ていないと私は思います。という具合に、ロシアにおいて失業率が下がったんだから、ロシア経済は万々歳大勝利だといったような評価をするのは明らかに偏った評価の仕方だと私は思います。次に、核兵器保有国に逆らっても勝てるわけがないんだから、ウクライナは和平案を受け入れろであるとか、降伏しろみたいな話をしている人たちについての解説。まず第一に核兵器保有国に逆らったら絶対負けるかといえばそんなことはありません。これは歴史の事実として全く間違っています。例えばアメリカは核兵器保有国ですが、これまでの戦争にもいくつか負けています。その代表例として言われるものがまず第一にベトナム戦争、次にアフガニスタンです。このどちらについて言っても、アメリカは核兵器保有国ですが、ベトナムでアメリカ軍は結局のところ撤退をせざるを得ませんでした。同じくアフガニスタンについても同じです。核兵器を保有しているからといって戦場で負けることはあるわけです。同じようにウクライナの戦場においてロシア軍が核兵器を使うという場合と使わない場合において、その結果は全く異なるものとなるでしょう。もう破れかぶれだと言ってロシアがウクライナに対して核兵器を10発、20発、30発、40発と撃ち込むのであれば、戦況に対する影響は大きくなるでしょう。しかし、使わないのであれば、核兵器は抑止力としては効いたとしても、実際の戦場に対する影響はないのです。この点については要注意です。ましてや、使われていない核兵器を元にして、相手は核兵器を持っているんだから使われる前にお前の来るは降伏しろであるとか、和平を受け入れろといった話は、これは恫喝外交であり、そのような恫喝外交に乗るか乗らないかは、ウクライナが決めることであって、第三国、特に日本人がそれを理由としてウクライナに和平を受け入れろというのは、明らかに暴論だと私は思います。ましてやこのことを日本に対して置き換えた場合においては恐ろしいこととなります。例えば、中国もロシアも核兵器保有国です。これらの国が日本に対して侵略行為を行って日本の領土を占領したとしましょう。そのような時にも相手が核兵器保有国なんだから相手が望む領土を分け与えればいいじゃないかといった話をすれば、私はそれは暴論だと思います。とてもではないですけれど、受け入れるべき話ではありません。そして第3に、侵略されたウクライナは経済的にもボロボロなのだから、さっさと和平や降伏を受け入れろという話について、こちらもまたベトナム戦争やアフガニスタンにおける戦いといったものを考えた場合において、確かに経済力があればあっただけ基本的に戦いはやりやすいものです。しかし、経済が破綻していたからといって、じゃあそれをもってして戦闘が続行できないかといえばそういったわけではありません。ベトナムやアフガニスタンにおける戦いで、見られるように地形を生かすであったり、ないならないで工夫する、もしくは海外からの支援をいかにして存分に使うかといったことなど、様々な論点で戦争は継続できるものです。もちろん戦後復興のことを考えた場合においては、なるべく多くのインフラが残っていた方が良いのは間違いありません。しかし、だからといって今まさに起こっている戦争のことを考えた場合において、このままだと戦後復興がうまくいかないな、だからもう諦めようというのは、これはウクライナの人たちの考えることであって、それを我々日本人がどうこう言う話ではまたこれもまた違う話だと思います。
というわけで今回の動画は、季節が冬から春へと移ってくることによって変化が起きている。その変化に伴ってどのようなことが起こっているかについて解説を行ってきました。また日本国内において湧き上がっている親ロシア派の意見といったものを紹介するとともに、それがどのようにして私たちは受け止めるべきかということを3つの話題で取り上げてみました。皆さんの考えを整理するのにぜひともお役立てください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。